おはようございます。たかしです。本日は2月6日火曜日、ただいま9時52分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご視聴ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在はこの黄色丸の高値を左の山としてダブルトップを作っているのかなというところ。そして右の山を作って下落の初動ですね。ダブルトップの右の山の下落の初動という風にも考えられますが、直近ではこれ GMMA の青帯は上向いているんですね。つまり、ここしばらくずっと上昇してきてますので、今は上昇トレンドにあります。ですので、先週の木曜日もこの GMMA にぶつかって長い下髭の陽線になってきてますよね。なので、ここあたり、現在地付近っていうのは基本的には反発上昇しやすいところ。ただ、大枠で見ると、ダブルトップでの下落になるかもしれない。その初動かもしれないというところにあります。インジケーターを見ても弱いですよね。ですので、ここからダラダラと下落していくっていうことも考えられますが、現時点では GMMA の青帯でサポートされるかもしれないというところにあるので、ちょっと難しいところですね。ここを明確に下抜けてくれると、ここから大きく下落すると考えるんですが、ここを下抜けられないと、ここからもう一度反発上昇していく。基本的には上昇トレンドなので、ここでの押しが入って上昇していくという考え方になりますので、今のポイントっていうのはどちらとも取れるところにあります。では4時間足です。日足では GMMA の青帯がすぐ下を通ってますので、基本は上昇トレンドなんですが、4時間足ではもう高値を切り下げて安値も更新してきている下落トレンドに入っております。そしてその中で下落トレンドだったんですが、先週の金曜日で強く上昇してきましたので、その下落トレンドを崩すのかみたいな動きになってきたんですね。ですので GMMA の青帯、今までは上向きだったものが、そこから転換して下向きになっていくのかなというところで、先週の金曜日の強い上昇がありましたので、GMMA 自体も今どちらに行くのかがわからない横向きになってきました。つまり大枠では方向感がなくなったということです。で、昨日とかの動きを見ていると、このあたりですね、このオレンジの水平線2本引いてます。それとピンクのラインが引いてますけれども、このあたりが意識されてくるのかなと。今は上の方のオレンジの水平線にぶつかって、そこでサポートされるのかどうかっていうところですね。ここでサポートされれば、ピンクのラインを目指して上昇していくでしょうし、もしサポートされなければもう一段下、185.3 付近まで下落してくると考えておりますので、現在地 186.2 付近でサポートされると 187.6 付近までの上昇、サポートされないと 185.3 付近までの下落っていうところを大枠では見ておくといいと思います。昨日強めに下落してますので、基本的には戻り売りがされやすい、そういう試合ではあるんですが、4時間足ストキャスティクス安値圏ですので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足は完全に方向感がありません。過去のこの下落トレンドですね、こういう白いジグザグという波を描いてました。その直近の戻り高値っていうのが黄色丸ですよっていう話をしていたと思います。で、そこを上抜けられるかどうか、若干上抜けたんですが、明確な抜けになっておりませんので、もう一度しっかり抜けてくればそこからの上昇の流れをイメージしていたんですが、結果的には抜けられずに昨日はずっと下落してきてましたね。基本的には4時間足単位で方向感なく動いているだけですので、1時間足も今 GMMA の下にあるので、基本的には売り圧力が入りやすいんですが、4時間足単位で上がったり下がったりとしますので、1時間足の GMMA は上抜け下抜けをしやすくなりますので、トレードとしてはちょっと1時間足単位では難しいかもしれない。そう考えると、先ほど4時間足で言ったこのオレンジとピンクの水平線を意識しておいて、186.2 付近でサポートされれば上昇、サポートされなければ下抜けて 185.3 付近まで、そして上昇してくればまずは 187.6 付近までと考えておく。そして 187.6 付近を明確に上抜けると 188.5 ぐらいまで上昇していきますので、その辺の動きを見ておくのがいいですね。方向感なく動くっていうことはトレンドが出にくいということですので、上がったところから売っていく、下がったところから買っていくという考
え方で、しかも引きつけるっていうことが大切ですので、中途半端なところでエントリーするとどちらに行くのかが分かりにくくなりますので、しっかりと過去何度も意識されているだろうラインを引っ張って、そこに引きつけて、そこからの反転、もしくはそこを抜けるかどうかっていうところを見ておくのがポイントです。ではドル円の日足です。ドル円の日足は昨日は地利高なんですよね。日足で見ると陽線なんですが、この中身を見てみるとかなり分かりにくい動きをしていたのが分かります。上がったり下がったりっていうのをした結果的に日足としては陽線になっているというだけなんですね。直近の高値付近にありますので、ここを抜けられるかどうかっていうのが現在のポイントです。ここでダブルトップになって下落する可能性もありますし、今ストキャスティクスは高値圏に来てますよね。ですのでここからダラダラと下落していくっていうことも考えられますので、もしかすると本日あたりからトレンド転換で下落方向に向かう可能性もあります。もちろんこの直近の高値を明確に上抜けてくると、さらにもう一段上 149.5 ぐらいまで上昇していくとは思いますので、その辺を見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足では過去ここ下降チャンネルを描いていたんですね。ずっと上昇してきて、そこからじりじりと下げてきて、そこから上抜けをしてきております。ただ上抜けたんですが、直近高値というところが重しになっている189円手前が重しですね。なので本日はここを上抜けられるかどうか、昨日の高値を明確に上抜けてこれるかどうかっていうところがポイントです。もし昨日の高値を上抜けてこれてれば、次は 149.7 付近がターゲットになってきますので、そのあたりまで上昇していくかもしれませんね。基本的には上昇トレンド中ですが、日足ではダブルトップを疑うようなそういうところにも来ておりますので、ここから下落していくのか、ここを上抜けてくるのかっていうところに本日は注目。本日がその分岐点になってくるかもしれないですね。もちろんここから大きく下落する可能性もありますし、上抜けていくかもしれないという、今ちょうどどちらになるのかなというところですので、この辺の経過を見ておきたいですね。4時間足もストキャスティクスは高値圏、それから日足も高値圏ですので、ここから下落しやすい試合であることは確かです。では1時間足です。昨日の動きを見ていると、これ15分足単位で上がったり下がったりという方向感のない動きをしていたのがわかります。1時間足単位でも結局よくわからない動きをしてますよね。結果的に日足としては陽線になってますが、中身を見てみるとほとんど動いていないというか、その中でかなりレンジの中で動いていて、若干上昇してきたということがわかります。ただこれかなり上値が重いのもわかりますよね。上昇するにできないかといって下落もできない状態ですので、本日はここからどうなるか。まずは基本的な考え方として1時間足の GMMA に一度降りてくる、ここまで下落を待ってそこで反発できるかどうかっていうところを見ておきたいですね。基本は GMMA の青帯に近づくという動きをします。GMMA の青帯から離れればそこに近づくという動きをしますので、過去もそうですよね。GMMA の青帯から離れると GMMA に戻るという動きをするんですね。ですので今回金曜日の上昇で大きく上がりすぎました。 GMMA との乖離ができましたので、そこに今戻している途中ですので、まずはこの1時間足の GMMA まで接触して、そこからどうなるか、そこを下抜けてくれば日足のダブルトップでの下落になっていくかもしれませんし、ここで反発上昇してくれば先ほどの4時間足で言っていたこのラインを明確に上抜けてくるかもしれませんので、本日はそれをどちら向きに動くのかっていうところを見て、その動いてからですね、下抜けていくなら下落についていく、上抜けていくなら上昇についていくっていうのがやりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。先週の週末限定動画は月足の分析をしております。月足はめったに分析されないと思いますが、時々見ておくと方向感が分かりやすいのでおすすめです。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。掲示板のみという見方もできますので、よければ一度ご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今の月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。